それでは今からお茶摘みのやり方について説明します。で、あくまでもですね、お茶摘みっていうのは畑、生産者、あと作るお茶によってですね、摘み方は変わります。なので、これをですね、まんま鵜呑みにするのではなく、お茶摘みをする機会がありましたら、そこのですね、人にですね、どういうふうに摘んだらいいかっていうのを必ずですね、確認した上で摘んでください。で、とりあえずですね、手話園での摘み方2パターンあるので、それを説明します。で、どう違うかというと、一つはですね、玉露や煎茶などの揉むお茶ですね、揉むお茶についての、茶摘みのやり方、そしてもう一つは天茶、抹茶の原料である天茶についての茶摘みのやり方の、説明をします。で、これはですね、もう天茶用の葉っぱになってしまっていて、いわゆるですね、すごく大きい葉になっているので、揉むお茶には適しません。なので、摘み方の説明は簡単にしますけども、どちらかというと天茶向きの摘み方をするくらいのお茶の大きさだと思ってください。でですね、まず揉むお茶なんですけども、ポイントはこの芯ですね。この芯の部分が、あるかどうかっていうことがまず一つのポイントになります。で、一芯二葉ってよく言われることがあるんですけども、それは何かというと、一芯一つの芯と一葉二葉二つ目の葉っぱ、この部分なんですよね。で、この部分を、摘んでくださいということなんですけども、揉むお茶によっても一芯二葉だけ摘むパターンもあれば、一芯二葉ともう一つ、ここともう一つ葉っぱ1枚を摘む場合、一芯二葉と葉っぱ2枚摘む場合であったりとか、一芯三葉くらいまで摘むパターンとか、いろいろあるんですね。で、これも、どういうお茶を作りたいかっていうことによって、状況、摘み方っていうのは変わってきます。で、どういう摘み方、一芯二葉でも一芯三葉でもいいんですけども、摘み方のポイントが、ありましてですね、2つあります。で、1つ目はですね、古葉を入れないということなんですね。で、これはもう大きくなっているので、古葉って一芯二葉で摘む場合は入りにくいんですけども、この古葉ってこの辺りですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、この下の方にある硬い葉っぱが古葉なんですね。もうちょっと下かな、こういう葉っぱとか、あとはここにあるこういう葉っぱとかなんですね。で、こういう葉っぱを入れるとですね、製品が悪くなります。いわゆるこういうお茶っていうのは揉みきれなくて味も悪いので、見た目も悪く味も悪くなるんですね。なので、こういう葉っぱをできるだけ入れないようにすることということなんですよ。で、これはどういうふうにするかというと、もちろん一芯二葉で摘む場合、ここは摘まないですから入るわけないんですけども、茶摘みかごとかを移動する場合、この茶園をね、歩くときに、特にこういう大石田茶園っていう遮光している茶園では、もう親のこの木が弱っているので、古葉がポロポロ落ちるんですよね。ちょっとしたことで落ちます。で、簡単に取れるので、古葉がですね、茶摘みかごに入ってしまうんですよ。で、そういうふうなことを、気をつけるっていうことと、あとはですね、知らない間にね、古葉がポロってなんかくっついてる場合があるんですよ。特に新芽が小さい場合とかは、古葉との距離が近いですから、一芯二葉で摘んでも新芽だけじゃなくて古葉も、そのまま手の中に入ってしまうことがあります。そういうことも意識してですね、古葉をですね、この古葉を必ず入れないようにするということが一つ大事なことです。で、もう一つですね、例えばです、一芯二葉で摘む場合、一芯二葉目、一芯1、2、
2葉目と3葉目、2と3の間ありますよね。でこの一芯二葉のどこで詰めばいいかっていう話なんですけども、できるだけ、2葉目の付け根の部分、ここを詰めます。で3葉目の始まるところ、ここですね、付け根の部分、ここも積んでしまうと、例えばこう一芯二葉、これでも一芯二葉なんですね。でもこの部分ですね、この軸の部分が、揉み切れないというか染まりが悪くなって、ここが白く残ることが多いんです。なので積む場合必ずここで積むということです。それが大事です。で積む時も爪を立てずにですね、こう人差し指と親指の腹でこの付け根の部分をつまんで、この手前に引っ張るようにしてこう取る。そうするとちょうどきれいに一芯一二二葉目の、これねちょっとなんか、傷んでるというか、あまり良くない方だと思うんですけども、こういう形になります。これが一芯二葉の積み方なんですね。なので例えばこういう葉ですね。こういう葉でも一芯二葉だったら、こう持ってきて、ここで積む、こういう感じです。これが正しい一芯二葉の積み方で、その後葉っぱだけを取る場合は、葉っぱだけをこう取って、でこの場合も必ず爪を立てずに人差し指の腹と親指の腹でこう引っ張って取るという、ちょうど旬の、時期にですね、お茶を摘む場合、パキパキきれいに折れていきますので、そんなに引きちぎる必要はありません。これがもみ茶、いわゆるですね、玉露や、煎茶のもみ茶と言われるお茶の摘み方の基本です。そうそう忘れてました。あと例えばですね、この下の方の芽ね、下の方の芽とかって、例えばこういう風なんでも一芯二葉、一芯あるかな、こうかな、一芯二葉なんですけども、この下の部分、ここの部分がですね硬化してるんですよ。硬くなってます。なのでここも、染まりが悪いというか、蒸した時の染まりが悪くなるので、ここは入れないように、ここをちゃんと取ってしまうっていうことが大事です。で特に下の方でしたら、ですね、こういうね、こう見てもらうと、これが一芯二葉に見えますけども、この下、これ小さい葉の分かりますか？これ冬の間にですね生えていた硬い葉っぱなんですよ。でこれ摘み付けって呼んでるんですけども、これは絶対に入れないということが、本当にいい茶を作るときに、大切なことになってきます。でこれがね、また簡単にくっついてくるわけですよ。ポロポロと引っ張ると、もうそのままちょっと引っ張るだけでこうくっついてくるんですね。なのでこうくっついてきた時にも、もう一度こう葉っぱをこうちぎってあげて、ここは残してあげるということをしっかり意識してやらなきゃいけません。であとはこういうね傷んでる葉っぱですね、虫が食っている葉っぱ、傷んでいる葉っぱっていうのは、その都度目視してですね、もともと取らない、入れないようにするっていうことも大事です。こういう葉っぱとかでもここ傷んでますよね。これを徹底すると本当にいいお茶ができます。で次にですね、天茶、抹茶の原料の天茶の摘み方なんですけども、これは簡単です。ポイントは一緒なんですけども、古葉を入れないということと、もう一つ爪付け、一番下の部分を
硬い部分を取らないということなんですけども、それ以外はもうそのままですねを取るだけです。これを取るだけでポキポキ取ってあげれば、もうそのまま天茶用のこの摘み方になります。簡単ですよね。ただこの時もしっかりとですね、見ながら、悪い葉っぱとかがね、こういうふうなのが見てもらうと、こういう悪い葉っぱがありますよね。こういう葉っぱがある場合は、この上のここの部分ですね、ここの部分で摘んで、これは残してあげるということが大切です。とにかく手摘みである以上、高品質なものを、原料の時点で取らなきゃいけないので、それをしっかりですね目視をしながら、いい葉を取っていくということが大事です。その上でいかに早くするかっていうのが一つの茶摘みのポイントになってきます。いかがでしたか？なかなかね茶摘みって難しいなって思う方多いかもしれません。でもね、茶摘みに行ったらですね、お茶摘みさんが親切丁寧に教えてくれますので、ぜひですね興味が出てきた方いらっしゃいましたら、お茶の時期にですね、ぜひお茶摘みに来てください。もちろんですね、今年とか、コロナウイルスの関係でもともとお茶摘みができないっていう地域もたくさんあります。でもやるときは、マスクを着用して、手袋を着用して、で距離を離れて茶摘みっていう風な世の中にはなってますが、それでもですね、野外で自然の中で、摘むっていうのがすごくですね、健康にいいと思いますので、ぜひ機会があれば、茶屋にお越しになってください。以上、お茶摘みのやり方でした。